あ、じゃあ俺乗りますね。はい。じゃあ奥行きます。はーい。運転手さんすいません、塚田農場までお願いできますか？あざっす。まあじゃあ、はい。お店に行くということで、ちょっとうんそこまでいろいろてかお久しぶりですよね。あ、久しぶりですね。マイクラぶりですか。そうですよね。多分まあちょっと今イベント帰りってことで、はいまあせっかくならお話ししたいなということでしたい。タクシー乗ってますけど、はい。あの時、マイクラの時にまあ、我々のことが好きだみたいなねお話を聞いて、結構あれびっくりしたんですよ。なんでですか？いやなんでっていうか多くないですか？そのクリエイターさんだったりいやとか、動画作ってる方だったりとか。まあそうですね、いらっしゃるんですけど、結構予想外というか、そうなのっていうような。そうなの？はい、予想外なんだ。そうでしたね。見てましたよずっと。そりゃあ。そうなんすね。いやありがたいなと思って。学校行く前とか、学校行く前にお風呂入りながらとか。そんなに。てかなんならマイクラ知ったというか、マイクラの一番基礎は、三人称さんのマイクラ動画だったりとかしますよ。すごい学ばなくて学べない動画を選びましたね。基礎学べなかったのかな。なんか笑いは学べた気がする。本当ですか？いやマイクラの基礎は学べない動画になってるんで。でも確かに思い返せば、そういう節はなかったかもしれないけど楽しかった。ずっと原始時代みたいなことずっとやってたんで学べないはずなんですけどね。いや楽しんでいただけたならいいんですけど。でも意外だったんだ。いや意外でしたね。だって僕が知ったのが、本今さんをちゃんと知ったのが、あれだったんですよ。ストリートファイター6で、何でしたっけ？なんか大会かなんかでしたっけ？なんかの多分大会で見たのかな。見てそこからなんかだった気がする。はい、ちょこちょこ見る機会があって、でモダンマリーザ使ってらっしゃってで、いやうまかったんですよね。てかあれか、最初なんだろう、アキさんの対戦相手だったのかな。そうだ、 CR カップだ多分。 CR カップですかね。そう、 CR カップでアキロゼちゃんがガイル使ってて、そうっすよね。で同じランクぐらいで多分やっててそうみたいな。めっ懐かしい。ちゃ強えなと。マリちゃん強いし。いやマリちゃんもね、まあ強いんですけど、本暇さんがなんか格ゲーうまいなっていうのがもうビシビシ伝わってきて、なんかあれですよね。他の格ゲームやってらっしゃったみたいな感じでしたよね。もともとはなんかお兄ちゃんとかの兄弟の影響とかで鉄拳っていうゲームをやってて、で格ゲーはそこかな。あとバーチャもバーチャはなんか、マジ一瞬なんですけど、リングに出たらアウトっていうのが面白すぎてそうでしたね。そういうルールでしたね。どういうことって思いつつ、あとキャラクターが可愛かったんで、なんかキャラ可愛いって思いながら、そこら辺ですから格ゲーは。でも触ってたと。それが出てたのか。いやめっちゃ強くて、いやそれで認識できたっていうような感じだったんですけどそこからまさかマイクラ見てましたって言われると思ってなかったんで。そうなんだ。そう見てました。そんで、いや本当にうまいなとその時に思って、なんかゲームやっぱうまいみたいですね、どうやら。そうなの？わかんないですけど、自分は全然なんか、ゲームに対してのそのうまさみたいなのあんま自分で求めてなくて、なるほど。なんかやっぱゲームはもう楽しく、まあそれはね、あくまでゲームみたいなところが自分の中ではあって、なんか楽しむもので、それが勝ちにつながったりとか、なんか結構そういう
も真剣にやるのも楽しかったり、それも楽しさだったりとか、ふざけてやるのも楽しかったりとか、だからなんでなんかうまいとか言われるとちょっと不思議な気持ちになりますね。私うまいのみたいな。いやうまいだっていや嘘みたいな。最近もストリートファイター6で、新キャラのイングリッドって使ってましたよね。使ってました。知ってくれてるんですか？嬉しい。しかもそうなんですよ。あれでしょ、いわゆる簡単操作ができるモダンっていうのがストリートファイター6のあって、すごいね入りやすいじゃないですか、初心者の方も。入りやすいコントローラーでね。そうですよね。オートボタンあるんでね。そうオートでコンボができたりとかするんですけど、その操作を今まで使ってたのがクラシックっていう、言ったらちゃんとコマンド入力っていうものをしなきゃいけない操作タイプの方に切り替えてそうなんです。やってましたよね。めちゃくちゃ難しい。でも爆速でマスターランクっていうところまで上がってたじゃないですか。そうですね、ランクマスター行きましたね。配信でやりました。いや結構あれなんですよ、マスターランク行くの大変なんですよ。いや大変、確かに大変でしたね。1キャラ目のマリーザちゃんそうですよね、行くのも結構大変だったんですけど、なのになんかクラシックのレバーレスってやつを買ったんですよ。なんか憧れで、なんかマリちゃんマスターいたし、私8周年なんですよ、活動して今年で。おめでとうございます。なんでなんか、ありがとうございます。そういうなんか意味も込めて、ちょっと自分にご褒美みたいな、意味合いも込めて、新しいことしたいなっていう意味も込めて買ったんですよ。そこからやってみたら、あれ意外になんか感触めっちゃいいな、手のみたいな。いやめっちゃうまかったですよ。普通にだってなんか FPS やってたからかなとか。確かにキーボード操作がね。そうですそうです。なんかでもそういう人確かに多いっすね。多いみたいです。そうなのかな。私はコントローラー持ってるよりも、このキーボード操作で WASD でキャラを動かすことが多かったから、なるほどみたいな。いやうまいですよ。普通に見てたら全然ちゃんとコンボしてるなみたいな。嬉しい。SS とかもそうだし、びっくりした。ドンさんあれですよね、クラシックですよね。僕クラシックです。あれですか、レバーレスですか？レバーレスです。おー、一緒だ。ストリートファイター、そうですね、6が出たあたりの時は、最初レバーだったんですけど、棒？はい、そういわゆる棒っていうやつなんですけど、それをやめて、レバーレスにしましたね。棒はあれなんですか？昔から棒みたいな。格ゲー最初から棒？そうっすね。でもなんで棒なの？いや棒の理由はゲームセンターが棒だからですよね。大体。確かに。ゲームセンター通う人は今はでもあれですよね。今というかちょっと昔から、私がゲーセンにちょこストリートファイターとか鉄拳とか見た時にはもうコントローラーとか置いてたんで。そうですね、コントローラー置いてるし、なんだったら今多分 USB 挿して自分のコントローラーひょっとすると使えるんじゃないですかね。ですなんで結構時代は変わったんであれですけど、多分昔からのおじはおそらく通ってた勢は棒が多いんじゃないですかね。僕は通ってなくて、今活躍してらっしゃるプロの方に要は憧れじゃないですけど、わかります。形から入りたいタイプなんで、とりあえず買ってみたいな同じように操作するみたいなのでちょっと使ってたりしましたけど、まねっこして。そうですね、やっぱそこから入りたいタイプなんで。わかります。そう。で棒難しいイメージありました。棒は。いやそうですね、難しいですね。僕なんだかでもレバーレスに慣れすぎて棒やってもなんか全然うまくいかなくて。そうだ、本当そんなうまいなーって本当思ったんですけど、切り抜きを見て、やっぱこうやって対談するからにやっぱ切り抜きとか見させていただいたんですよ。やったー。でうまいなーと思ったんですけど、そこの他の切り抜きとかを見てるとなんかアホみたいな、アホまとめみたいなやつとか
まあまあ一部ね一部そうなんかはい漢字が怪しいみたいなのとか一部、はい、結構出てきて、あれなんかそういう感じの人なのかなみたいなまあちょっと思ったり言う人が言うにはねそういうとこもあるかもしれないですね。ああなるほど、でその漢字に関しては、まあ、ちょっと似てる節があるというか。おっと漢字読めないですかちなみに。まあ漢字にもよりますねああいい答え、山とか読めますよ。山とか川とか。まあいい答え方ですね。それは俺も読めます。おお。じゃあ、まさかのその、はい、マイクラで松明って出てきたと思うんですけどそれ、はい、なんて読みました？松明ちなみにでもこれはね、これに関してはなんですけど、これ僕松明って呼んでたんです。はい松明ってずっととも言いますもんねとも言うじゃないですかてかまあどう考えてもこれ松明って読めない読めないですよね、読めないから松明って言ってたんです。でこれに関しては僕わざと言ってたんですよそうこれねすごい難しいところで、僕その三人称のドンピシャとしてやらせていただいてますけど、漢字読めないキャラなんですよ。キャラなんですけどちょっと複雑で読めるけど、あえて読まない時もあるんです。あえてね、あえて違う読み方をしちゃう時があるんです。こう読んだ方が面白いなっつって、その読む時があって、だからその見てる人たちからすると、もうこいつは読めないんだとって思われがちなんですけど、そこがすごいごっちゃになってて普通に読めないこともあるから、なるほど。そうだからまあ松明に関してはキャラというものに隠れてるだけのあれじゃないですか。もしかしていやだ松明って本当に多分読んでるなっていう印象を受けたんです僕僕はね本山さんの切り抜きを見て多分本山さんこれ本気で読んでるなみたいなまあ確かにでも、松明ってそもそも読めない。これに関しては読めない、読めないんで、これはおかしいじゃないですか。おかしいです。タイってどこっていうタがどこはいイもどこで松もどこっていう、そうですね。何一つ当て字でもないじゃないですか。そうですね。だから松明の方がしっくりくるから、これ松明じゃなくて松明だと思ってます。未だに。いやわかります。僕も出てくると、未だに松明って言っちゃったりするしそうですよね。ただ私はいつも真剣にちょっとこう進撃に生きてるので松明はガチで笑いなしでちょっと読んではいましたね。やっぱそういうのはしょっちゅうありますか？そうやって読むだよみたいな。しょっちゅうになるのかな。自分はそんなしょっちゅうだと思ってないけど周りからはそういう評価を得ているどうやら。漢字は正直その難しいじゃないですか。むずいたら本当にむずすぎる。本当にそういうのいっぱいあるじゃないですか。いや読めねえだろそんなのっていうのは。いやそうだよ。ひらがなとカタカナにプラス漢字だなんてそんなの分かる人の方が少ないですよって思いますね。はい。でそれはその納得というかなんですけど、笑っちゃったのがその、あれは社畜さんかな。八代きずくさん。いや社畜さんじゃないんだあれ超失礼じゃないですか。そうだよ、八代きずくだよ。八代さんじゃないですか。社畜って呼ぶもん。社畜って読めますよね。読む。社畜さんっていう方がいるんだって思っちゃってました、俺。
八代さん、まあでも、八代気づくも松明みたいな感じだから、どう松明かどういうことですか？松明かみたいな差だと思いますね。いや、ていうか俺もしかしたらエイペックスとかコラボしたことあったような気がするんですけど、めちゃくちゃ失礼だったかもしれないです。俺う今わー、ドンさんやばいわそれは。それはよ、漢字読めない以上にやばい。やばいですよね。こっちの方がやばい。覚えてないんだ。やばい。まあでもドンさんいろんな人と絡んでるからな。いやいや、言い訳にならないですよ。いや、なんかもう出演の数とかコラボの数考えたら何万って通り越してるんじゃないですか。いや、さすがにないです。それはさすがにないです。さすがにないけど、でも会ってる人の数は多そう。マイクラとかまあ格ゲーとかで。いや、多いは多いですね。多そう。でそれでめちゃくちゃ多いんだろうな。その八代さんと、確か一緒に放送してて、でしてる時になんか、自炊とかしてるんですかみたいな聞かれてて、で本暇さんが、してます。ほうれん草の水浸しって言っててまあありましたね。そういえばそういうこともありましたね。マジで笑っちゃって水浸しですね。すごい。本当は何でしたっけ？そう間違えてるんですよね。多分おひたしっすよね。おひたしって言いたかったんじゃない？おひたしのポン酢だしみたいな感じが言いたかったのかな。まあでも一回水浸しにはなる。まあ感じではありますよね。言い方面白すぎるだろうと思って笑っちゃって、あ、なるほどと、こういう方なんだっていうのがちょっとずつやっぱ分かってったというか。やったー。でも知ってもらえること嬉しい。どんな形にせよ。いやでもやっぱ愛されるゆえんじゃないですかね。そうなのかな。嬉しい。な気がしますけどね、僕は。見てるとドンさんも同じような感じじゃないですか。でもそうなんですかね。いや、だからそのなんか、天然みたいな感じですかね。私は人工ですよ。私は人工ですよ。ちゃんと。本当ですか？そうですよ。私もちゃんとキャラがありますし、きっとありますし。いや、天然キャラなんですよ、多分。まあキャラだとそうですね。あれですよ。あれですよ。本暇さんのことを言ってるわけじゃなくて、性格的な話をしてますよ今。いや、もうでも私はあれ頭いいですよ。いや、そういう人が一番怪しいんだけどな。それを自分で言う人がまあリスナーがね、そうやってね、ひわちゃんバカちゃんみたいな感じでね、言ってるだけなんで、私はね、そうですよ。賢いですよ、結構。本当ですか？もう IQ 測ったことあるんですけど、配信で IQ の結果見たら、なんと、測定できませんって書いてたんですよ。やばくないですか？それはどっちの意味でなんですか？いや、もうかなり高いんですけど、高すぎて180以上か80以下かなんですって。180以上か。多分私高すぎて、もう高すぎて測りきれなかったんだろうな。この世の中にはまだ、もう私の知能を測れるほどのものはないと。そう解釈するんですね。でもそうなんですよ。で、まあ今の機械ってまだまだやなって。なるほどね。私の IQ を測れないだなんて、そんなふふふって思ってました。で、頭はいい方だと自負しております。自負してる。自負する人ほどなんだけど、そうなんすね。自分の IQ 知ってますか？いや、知らないっす。うわー、測った方がいいですよ。ちゃんと積み木テストとかして。なんで測る機会あります？そもそもネットでとかってことですか？そうです。ネットでなんかいろいろあるんですよ。その長いテストみたいな、積み木とかパズルとか、質問答えていくようなやつですか？そうです。それで配信でやりましたね。なんか発端はあれですよ。自分の限界を知りたいっていう。やっぱ自分のステータス気にならないですか？いや、まあゲームしてると
ステータスって出てくるじゃないですか。いや出てきますね。体力みたいな。出てきます出てきます。酸素とか。はい、酸素ステータスねそう酸素、息どんだけ持つかみたいな、肺活量みたいな、はい、細かいですねステータスがだいぶそうなんですよ。人間好きなんで、まあいやでもそういうステータスもちょっと気になって。自分どうす、知りたいな。俺のステータスですか。はい、なんか得意なこと、これだけはもう負けないみたいな。負けないとかじゃないですけど、結構俺、そのステフリがその尖ってて、割とその、本当にその学生の時とか勉強全然できないんですよ。わあ。全然できないタイプで、で音楽だけは好きだったんで、その音楽にすごいステータスを振ってるっていうような感じなんですよ。僕ドラムやってるんですけど、ドラムが好きで、そっち方面にその学生の時は割とほんと振ってたなっていう印象で、好きなこと以外そんなになんか興味が出ないというか、楽しめない。音楽いいですね。そうですね。なんで中学吹奏楽やって、高校軽音楽部入って、すげえ。でバンドっていうものにすごい憧れて、そのプロ目指すじゃないですけど、そういうのをやって結構そのまま活動してたりしたんで、結構ちょっと尖ってるんですよね。今となっちゃもうちょっと丸くステータスを振ればよかったなっていうような感じではあるんですけど、やっぱ幅広くね。丸く振ってたらまた違ったかもしれないですね。まあそうですね。もしかしたらまた違った人生ではあったかもしれないですけど、やっぱね、勉強しとけばよかったなとか思いますもん。ドラムです。はい。ギターではなく歌ではなくドラムだったんですか。そうです。兄がいるんですけど、兄がもともと大学でドラムを始めて、そこからの影響でその一緒にドラムを始めたみたいな感じだったんですけど、仲良ー。兄さんです。兄さんはいがいまして、兄さん。そうだったんだって言ってる間に、兄弟の影響で始める。もっと話したいところだったんですけど、目的地はい着いちゃったっぽくて。目的地って確かヒマラヤ山脈とかじゃなかったいや塚田農場です。いやもっと。いやそうなんですよ。そうだった。今回はみたいな。まあそうっすね。一旦塚田農場降りて、ちょっと話して、またちょっと乗る機会があればいいっすねっていう感じで。乗りたい、喋りたい。じゃあ今度はなんか行きましょう、海外までタクシーで。そうしますか。じゃあ降りますか。降りよー。お腹すいたー。お腹すきましたね。
ふう、また会いましたね。今日もよろしくお願いします。今日もやっていきましょう。タクシーも乗れたということで、はい。いやザクレイさんのね配信のなんか話とかもねもっと結構聞きたいなって思ってたんだよね。なるほどなるほど。配信ってさ、配信ってどれぐらいやってる？配信はもう 6,7 年ぐらいやってるんで、もう結構長いっすね。配信も 6,7 年やって、それって対戦をお届けするの？対戦をお届けする。対戦をお届けする、まあ、最近こそちょっといろいろなゲームとかに手出してやってるけども、しばらくはもうずっと対戦お届けだったで。なるほどね、あ、別のゲームやってるってこと？もう最近は始めたんですけど、もうずっとスマブラをやって、しながらまあ雑談みたいなのをもう 5,6 年やってたもんね。なるほどね。週に何回ぐらい配信してる？まああんまやってない、サボってた時期はね週2とかだったんですけど、まあ最近ちょっと増やして頑張ってるですね。あ、そうなんだ。サボって週2とか、俺もうサボってたら本当1ヶ月何も出さないとかあるからそれサボりすぎっすね。いやそうなんだよね。まあなんかね、そういう気分じゃないような、なんか追い詰められてる時期とかもね結構、まあ、主にポケモンで追い詰められてんだけど、いやまあネタも尽きてくるしね。ああ、そういう時もね、配信のやっぱりずっとやってるとあったりするけどね。実際やっぱ困ります。やっぱずっと長くやってると、もう動画どうすんねんみたいな。動画どうすんねんっていうのはあるよ。あるよね。まあ新しいポケモンがね出てる時とかは全く大変じゃないんだけど、そうね。まあつまり今とかは全然大変じゃないんだけど、なんか本当にそのソフトの終盤で新しいソフトが出るのをひたすら待ってるみたいな、なんか、なんだろうね、そういう時とかはもう本当紹介するポケモンいないみたいな感じだったりはねするんだけど、まだスマブラとかも新しいやつ出ないからね、そういう意味ではかなり大変なんじゃないかなとは、大変ですね今は、いうふうには思うけど、まあでもなんだろうな、マリオカードとかスマブラとかって何回見てもおもろいというか、なんだろうね、ほんと何年経っても同じようなことでもなんか見て楽しいっていうイメージがあんだよな。まあ実際なんか、もう同じような動画をね何年も上がってるのにもかかわらず、相変わらず見てくれてる人がねやっぱいるんで、まあそこは感謝と思いつつ、スマブラのいいとこだなみたいなのは感じではいるですね。しっかりファン定着してるイメージあるもんな。動画とかってさ、なんか配信を切り抜きとかしてるの？そうっす。もうそうね、もう切り抜きですね、ほぼ。いいな、切り抜きのシステム。ビルさんだいぶねちゃんと動画は動画で撮ってるっすよね。いやそうなんだよ。動画は動画で撮って見てるんでわかります。ありがとうございます。切り抜きもしたり、動画も撮ったりとかね、いろいろやってるけど、そうだね、本当に前も話したけど、配信とか動画もやっていかないと生活成り立ちませんからね。いや成り立ちませんね残念ながらね残念ながらゲームやってるだけでそうだね、生きてるみたいな感じではあるし、実際そうなんですけどね。そうだね、ありがたいことに。いや10年前の僕はな、そんなにポケモンね動画やって生きていけるとはあんま思ってなかったからな。そうっすよね、普通に別に思ってなかったから。始めた時どんな感じだったんですか？ YouTube を？そうなんか俺はなんか言うても、始めた時が17とか6とかだったんですよ、競技を。だからいわば大人になる過程でもうなんか勝手にもう高校生ぐらいでプロになってみたいな感じでずっとやってきたから、自然とこの形になったけど、言うて優勝した時がまだ23とか2とかですね、多分ね。そう23結構言うてももう一応大人に足を踏み入れてる中で、そうなんだね、結構なかなかの決断ではあるじゃないですか。いやなかなかの決断ではある。なんかね、ちょうど全国優勝して、で世界大会優勝するまでの間に就活してっていう感じで、なんかだから就職と世界優勝した時が大体一緒で見た気がするんですで、就職一旦して、1年ぐらいで辞めたんだよ。辞めて、
で新しくゲーム会社入って、でそっからなんだろうね 3,4 年ぐらい働いてたけど、なんか俺が担当してたゲームがサービス終了ってなって、その時になんか剣立てが始まって、なんか YouTube で結構なんか生活できそうだなぐらいのなんか勢いでなんか YouTube 再生され始めて、なるほど。でなんかまあ差ししたし、まあキリがいいから YouTuber 専業行くかみたいな感じになって、そのぐらいの時期なんだ。剣立てぐらいなんだな。そうって感じで、まあ勇気の決断じゃないけど本当にノープランに近いのかななんか本当にそういうことだよな。一旦やめとくかみたいな感じで仕事辞めて、そっからねなんだかんだ本当にそれだけで生きていけてるっていうなんとかやってるって感じでね。それはすごいけどな、そういう感じなんだよ僕。いやちゃんと働いてた、ちゃんとっていうのもあれだけど働いてた過去があるのもね偉いところではありますよね。多少ねゲーム会社で働いたりしてたからね、それはすごいわ、素直にすごすぎる。絶対無理ですよ今働けてる。さんはさ会社員とか別にやったことはないってこと？ないですよ。もうだって高校生上がりでずっと今なんで、大学も行ってないし。なるほどね。やばいっすよ社会に放り出されたら。確かに放り出されたらねやばいね。やばいっすね。でも別に俺もやばいからね大学出て会社員もやってたけど放り出されてやっていける気はしないからね。配信者の悩みではありますよね、そこは。いや本当に朝起きれないから。いや起きれないですね。起きれないから無理、シンプルにもう二度と働くことはできないなって思ってる。俺ももうすでにそう思ってます、ね、人生どうすんねやろってすでに思ってんだ、なるほどね。さなんか、勝手に名前出すのもあれだけどアバダンゴさんとかってさ、アバダンゴさんめっちゃ強くて、で人気で有名っていう感じのイメージあるんだけど、なんか就職しますとかってなんか就職し始めたじゃん。いやそう彼はもう今社畜になってしまいました。そう就職してなんか麻雀のプロみたいな全然違うことするみたいな感じのイメージあるけど、なんかそういうルートもあんだ、いやもうすごい、あれもすごいねやっぱ素直に、俺がスノブラの人で会ったことあるのアバダンゴさんぐらいなのかな。他なんか誰かいるかな。なんかねポケモンカードとかで会ったことあってね何回か。ポケカね。そうかじる程度ならやってたっすね。そうなんだっていうのもあるけど、いろんな道があるよなと思いつつ普通に考えたらなんか俺すげえって思った。配信者でさあんだけ人気でさ配信だけでやってけそうなのに、就職すんのみたいな。いやすごいよね。でビビった普通に、一応ね彼はある程度そのいい学歴というかさ、あるはあるんですけど、俺と明確に違う点としては、ちゃんとね頭いいんで彼は。そうなんだ。そういう点ではその納得性はあるんですけど。なるほどね。そういうでもすごいですね。にしてもすごいけどね。でも配信者で結構あるあるなんですけど、やっぱその俺みたいなやっぱ学生上がりのやつと、その社会人経験のある配信者、やっぱねその常識人感がねやっぱね、ちょっと違うなって個人的に思いますねやっぱり。やっぱ社会人経験ある大人はね、偉い人が多いですねやっぱりね。そうだね。話しててねやっぱしっかりしてるなって思う。確かにね社会人やってるかやってないかで思ったことあります？いや結構あると思うよ。なんかなんだろう会社員経験したら、なんかそこは気使うだろうとかなんかそういう会社員だった感ある配慮みたいなとかさあったりするけど、逆に働いたことない人とかはなんかそこがぶっ飛んでたりとか、そう社会に揉まれてきてない感があったりとか、あるよね多少あるから、もうね、そうなってる予感がするからねいつも気をつけてるんですけど偉い、気をつけつつもやっぱねにじみ出るんでしょうね。でもね確かにねやっぱり出るとは思うけど、うちのなんかねチームの子たちとか、いや片方は社会人経験あるから、片方はねもう3人いてね1人は社会人経験ないからね、なんかそれしっかりしてるっちゃしてるんだけど、でもやっぱり
会社員やったことないがゆえの部分とかもね多少感じたりするからあるんだ。あったりはするね。まあ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 、そういうところはあるかもしれないけど、結構あるあるだと思うんですよね。そうまあなんかそのねアンブラっていうチームに所属してるわけ、僕なんか5年前ぐらいかな、なんか結構強いやつ2人ほんと10年とか13年とかの中の友達と、組んで、まあ企業所属ってわけでもないけど、まあなんかなんて言うんだろうね、なんかプロチームってわけじゃないんだけど、まあなんか会社の社長が趣味で始めたゲーミングチームみたいな感じかな。あるあるですね、結構に所属してて、まあワイワイやってるみたいな感じなんだけど、ザクリさんは今どこのチームなんだ？今デトネーション。デトネーションね。FM ですね。途中から最初はゲームイズっていう別の子いたんですけど、まあなんか統合して、まあ移籍ではないけどもなんかそのままの流れで今流れで TFM ですね。3年前ぐらいかな、2年前ぐらいかなぐらいからなんか今ね、実質変わってないですね。だからいろんなねなんか有名なチームとかあるけど、デトネーションはなんかもう昔からなんかそうですね、めっちゃ昔からあって、僕が知ってる限りなんかプロチームっていう文化的にはなんかかなり昔からある思想ぐらいのイメージあるけどね。そう俺もそのイメージですね、結構 GG チーム感はあるですねだいぶ、最近は増えたからねやっぱり有名なチーム増えたよね、俺もなんか全部は把握しきれてないけどなんかいっぱいあってすごい、なんか思うことありますよ、なんかチーム、なんかやっぱめっちゃ有名どこだともう半分アイドルみたいになってるじゃないですか。やっぱなってるよね、やっぱなんかそれに比べるとちょっとやっぱ古参チーム感あるですよね、確かにアイドルチームねあるよね。羨ましいなって思う思います、めっちゃ羨ましいね、俺的には、まあ思ったことは一応あります。あるあるですけどあるある、あるあるですけど、いやめっちゃ羨ましいな。なんか僕とか有名なチームに所属してるわけじゃないからね、なんかその箱でイベントがあるわけでもあんまないけど、なんか本当に人気なとこだとね、その、チーム主催でなんか大イベントやりますとかさ、なんかそういうのあるじゃん。あるっすね。それ羨ましいんで。いやー、まあ、確かに熱いっすね、あれできたらね。羨ましかったりするけど、なんかメリットみたいな、メリットじゃないけどチーム所属してていいって部分なんかあんの？まあやっぱりイベントとか、また普通にちょっと生々しい話なんですけど、普通に固定給ももらってますし、いろいろちゃんとサポートをしてもらってるっすね、俺は。あ、そうなんだ。まあ今だとね、大会とかもちょっと休止しちゃったけど、まあ、海外大会行くとかだったら飛行機代とかもね、マジで一応出してもらったりとか。出してもらってんの？そうマジでいいな。うち出してもらってないからね出してもらってないの？全くもって出してもらってないんだ。でも公式大会は勝ったらあれなんじゃないですか、出してもらうんじゃないですか。全然出ないよ。出ないの？毎年全国大会のトップ4しか旅費出ない、でもそれ聞いたことあるかも、なんか8とかぐらいまで権利はあるけどみたいな噂は聞いたことあるですね。確かに16ぐらいまで一応権利あるのかな、わかんないけど。最近はでもなんかほんと年々変わっていってる。なんか昔はね2人しか世界行けなかった時もあるし、8人しか行けなくてトップ4は旅費とかそういうのもあったし、でも最近はね64人も世界行けて、そうなの？でトップ4だけ旅費みたいな感じだったりね。まあ結構緩くなってはいるのか。そう、世界出るのは、昔に比べると人数的にはかなり緩和されてんだけど、自費大変だけどね。そうなんだよ。で別にめっちゃねやっぱでかいチームでも資金力がめっちゃあるわけでもないから、その海外大会とかもねその旅費別に出ないんだよ、そういう大変さはあるね普通に。それは大変ですね、なかなか普通に大変。なんだね、いいね TFM。俺も入っちゃおうかな。今チャンピオンズ熱いからね。チャンピオンズ熱いからこれからなんだからね、チャンピオンズなんてもう森に森ってんだから今。そう、うちのね、社長もいい人だから、
めっちゃサポート、旅費以外はねサポートしてくれたりあったりするんだけど、そうだね、なんか俺らがチームに所属してる俺らがなんかいい感じになるようにっていうなんか風にね思ってくれたりはしてるってことで、はい。とかね。なんだけど、世界とかはマジで大変だから、それこそ本当になんだろうな、最近とかノートあるじゃん、知ってる？有料記事みたいな。はい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 。有料記事書けるノートっていうところで、なんか記事書いて、その最近海外行ったんだけど僕、それ旅費がマジでなんか38万とかホテル込みで50万かかる旅行みたいな感じだったからそうなりますよね。なんかマジで普通にやべえから、よかったらこれ買ってサポートしてねみたいな感じで書いたりとかね、めちゃめちゃいいじゃん。そういうことして、いや本当めっちゃ買ってもらったから本当に余裕でいけたんだけど、それのおかげで、それはね一応普段の配信活動とかもね賜物ではありますからね、なんかそういうことをしてなんとかやりくりしてるみたいな感じになってるかな。それはでもめっちゃいいな。なんか応援する側も言うてね嬉しいけどね。しかもその最近のねやつ1300人ぐらいだったのか、1366人ぐらいだったんだけど、トップ4になったんだよ俺。すごい、結構ね、すごすぎる。結構勝って、そうだね、支援してもらった回があるぐらい配信卓めっちゃ映ってね。いや配信卓映ってんの見たっすよ俺。切り抜きみたいなやつですけど、なんかね雨降らされたやつみたいなやつ見たっすけど、それ日本の方それ日本の方か。全国大会で、でもほぼ同じ。なんかそれ、全国大会終わって、雨乞いでやられてでその 4日後ぐらいにアメリカ行ったから、そうなんだ。だからほぼ同じ時期だからあれなんだけど、めっちゃ配信卓映ってね、それなんか応援してもらった回があるというかね、いい感じに結果出せて、嬉しかったなみたいなマジで熱い感じだったんだけど、すごいなマジで。スマブラとかに比べたらなんか賞金とかはねポケモンあんま出ないんだけど。いやスマブラもあんま出ないですよ。そうなんだ。あんま出ないです。もう全然非公式なんで。言うなればそうか。そうっす。結構一応出るは出るんですけど、海外大会だと。なるほどね。それね、日本はね賞金ないからね。そうなんですよね。海外暴れて行って、トップ4になったからなんか$7000とかで100万円ちょいぐらいの賞金が出て、ちょっと嬉しいね。かなり引かれるんだけど、多分何割か引かれて来るらしいんだけど、まだ受け取ってないんだけど。熱いの。もあってね、なんとかそういう活動を本当にできてるというか、頑張ってやってると。いや最高じゃないですか。配信しつつね大会に出てみたいなそうなんだよね。それで勝ててんだからね。本当にすごいわな。世界優勝して一旦ちょっとなんだろうね、対戦モチベちょっと落ちた感じがあったんだけど、最近逆にまた頑張ってる。今、チャンピオンズで優勝したらもう伝説じゃないですか、さすがにビエラが勝ったら熱いとは言われてるね。熱すぎるけどねちょっと一旦モチベもあるから気合入ってる。いや応援してますわ、それはさすがに。ありがとうね。見たいしな、普通に大会。いや本当に、いや世界大会もね配信卓映れたらいいんだけどね。大会とかやっぱ緊張するっすか？いやめっちゃするよ。やっぱするよね。なんか別の緊張あると思うんですよね。単性じゃないですかポケモン。なんかスマブラって緊張するけど、もうなんか忙しいから言うて確かに試合中ずっと忙しすぎてなんかもうその緊張とか言ってる場合じゃないというか、もうやれることやるって感じなんですけど、結構なんか待ってる時間もあるじゃないですかポケモンって。なんかめっちゃあるね。別の緊張あると思うんですよね。いやある。いや本当に気が気じゃないけどね、どんだけやっててももう十何年大会出てても緊張するね。頭バグるっすか？いやバグるよ本当にとんでもないミスする時もね全然あるけど、まだマシな方であるのかもな。なんか最近会場大会っていうか海外大会みたいな結構、ドカ負けとかは全くしなくて、全部デイ2行ったりとかね。さすがに経験の長さが。そういう感じ。ちょっと調子はいいから、僕よりももっと緊張でなんか大事な試合を落としてる人はもしかしたらいるのかもしれないなと思うけど、
まあとはいえめっちゃ緊張するからね。やっぱすんだな。大変だわ。でも配信もしてと、大会出て配信もしてなんだかんだやってるけど、なんか俺とかってさ、配信とかめっちゃテンション高めで、騒いだりしてんだけど、まあイメージはあるっすね。動画テンションみたいなさ、まあ、今はちょっとなんかしっとり喋ってるけど、桜井さんとかってそういう切り替えのスイッチみたいなのあんの？まあ、なくはないっすけど、まあ多分ないよりっすね、配信者さんの中では。ないよりだよね。ないよりっすね。淡々となんかもう、やってるイメージある。どちらかといえばね。心配になる時もあるぐらいです。見てる人大丈夫かみたいなこんなボソボソ言ってるだけの配信大丈夫かと思う時あるぐらいはあるっすあ、そうなんだ。まあそれ個性だもんね。いやまあでもちゃんと配信テンションにできるのはマジすごいけどな。確かにね。俺尊敬してるわそういう人。配信テンション。偉いガチで。だからなんか裏では静かですねってめっちゃ言われるもん。気まず。そう。気まずいやつは。まあいやそうなんですよ。もっと騒がないんですねとか言って、もっとテンション高いと思ってましたとかって仕事先の人とかにね言われたりとかすることもあるぐらいなんだけど。気まずいんですよね。俺もそれで言うともっと怖い人だと思ってましたって言われることもあるんですけど。そんなこと言われるんだ。結構配信で淡々と言ったり、例えば視聴者にやっぱ物申したりするから、そういうイメージあるからね。やっぱもっと短気な怖いやつだと思われてること結構あるっすね。確かにいい人なんですよ。不愛想だと思われるのかもしれないね。確かに、俺はなんかそんなイメージないんだけど。いやならね耐えてるけどね。まあ耐えてるけどね。じゃあ今回も着きましたね。着いたか。じゃあ今回もゲームで夜更かしオーナーじゃあまた教えてもらおうかなとやっていこうと思います。ありがとうございました。タクシーありがとうございました運転手さんありがとう。野川さん、いいのか。すいません。また今日も一緒に帰っていいですか？まあね、ちょっと、まあ風俗の後だけどさ。俺と合流する前？いやね、一緒に行ったじゃない風俗。いや言わないでくださいよ。やめてくださいよ。でもそういうのもさ、やめてください。そういうのも言ってった方がいいよ。言ってった方がいい？風俗いや本当のこと言っていいですか？一回も行ったことないです。ないんかい。ないんかい。そうだったな。行かなかったんだ。もっと言ってもいいですか？ラブホテルも行ったことないです。ラブホテルラブホテル行ったことないんかい。はい。ラブホテルのネタ作れないね。じゃあ作れないです。いいね。はい。クリープハイプの曲でラブホテルって曲があるんだけど、似合うなクリープハイプ。何にも刺さらないね。じゃあだから分かんねえなで終わっちゃうかもしれないです。いいね。はい。いいよ。ちょっと出してください。はい、一旦出してください。すいません。すいません。はい。あれ前この間一緒にね帰って着いちゃね、目的地着いちゃったから言えなかったですけど、
そう今のそのだからラストイヤー準決の前日に自分のことで頭いっぱいのはずなのに、その板橋のチャーハンね覚えてるよ。板橋はチャーハンが強い町だからでチャーハン誘ってくれたんですよね。俺チャーハン好きだから。あ、そうなんですね。そうだから山口もめっちゃ好きですよ。あ、そうなの？嬉しい。チャーハン大好き。嬉しい。はい、嬉しい。好きなもの一緒で嬉しい。チャーハン好きな人嬉しいから変なの。一緒に行きたいなチャーハン。また行きましょう。あそこの板橋の思い出の地ね、あそこね。そうだからそこで前日明日ねもう準決だって言うのに、もう俺ら負けて来年ラストイヤーっていう話になって、でまず多分衣装のこととかっすよね。そうだね、覚えてるわ。だから山口が足首を見せてて、前の衣装ね、はい、裾を短い、折ってて、ズボンの、で靴下も長いやつじゃなくて見えないソックスというか、履いてるけど、靴履いたら靴下見えなくなるみたいなやつ履いてたら、でスニーカー寄りの靴だったんですよね。そうだね。そうで、どっちかにした方がいいよ。革靴にして素足っぽい感じなのか、もしくはだからスニーカーだけど長い靴下で足首を見せないようにするか、で山口は多分布川さんめっちゃ好き、トム・ブラウンさんめっちゃ好きなんで、どっちも変えたんですよ。見てた。革靴にもしたし、足首も見えないようなソックスにした、であとなんかやっぱ独特の言うんだよな布川さんってズボンのは覚えてる。本当に、はい、ズボンもそうだし、もう本当になんか何のライブだっけな、なんかで見て、あれ次の月のライブ確か誘ってくれたんだよね。そうなんか出れなかったんだけど、いやもう忙しいんです。でなんかでライブで見た時に、変えてるって思ったから、責任を感じたね。これはちゃんと見ないとと思った。嬉しい。めっちゃ本気でしたからね。だからもう言ってくれたこと、尊敬する先輩が言ってくれたこととかはもう全部やるかみたいな感じでした。だからもう本当に速攻知り合いのその革靴作ってくれてる川越についさんってついっていうお店があるんですけど、そこに速攻作りに行って、そんなすぐ自分の衣装の色に合う革靴、僕も作ったり、そこも言ったんだ。偉いね。そうもう本気、もうラストイヤーやれること全部みたいな、そうやれること全部やった状態で自分たちが面白いと思うことを考えようみたいな感じだったので、だからマジであの時だからそれも全部ね一つのなんかピースだったっていう、ありがたいですよ。俺も嬉しかった。しかもなんかね、そのラストイヤーだ来年ですっつって来年かいってなって、で山口くんがね、ちょっと髪型変えようと思うんですよってなって、すぐになんか見せてきたから、もう結構もう仕上がってんだなと思って、自分の中でこうやってこう。山口もやろうって決めたらすぐやるんで、で多分布川さんにその時見せた髪型が今の髪型ですよね。俺その時まあいいんじゃないぐらいの感じだったけど、俺さ、俺はすんげえいいとか思わなかったんだよね。髪型ですか。絶対こっちの方がいいとかっていう風なのではなかったんだ俺は。俺奈良原とかは絶対そっちの方がいいと思ったけど、ベッカムの。そうでもあれはまあでも今よりいいんじゃないぐらいの感じだったんだけど、俺最近なんかね、誰かがね、俺インスタのストーリーでその準決勝の前日に飯食ったのをあげたんだよね、カナメストの写真をね。それが最近なんかね、なんか誰かが X でそれをなんかスクショしたかなんかで、それを載せてて、で見たら、全然今の方がいいと思った。山口県の髪型がもうだからね、昔のやつね、ちょっとだけ怖いというか、ちょっとだけ。でも今のやつは怖くない、ただのそういうやつってなってるから、だからあれはもう俺とかじゃなくて、山口君というかカナメストの感覚で自分で撮ったもんだから、あれはすごい。いやだって何でしたっけ、その時言ってくれた独特のアドバイス。なんだ。いや俺は言葉は細かくあれですけど、感覚だけめっちゃ自分の中に取り入れてるんですよ。そのなんかその言ったらもっと
そのどしっと構えてみたいな。はい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 、言ったかも。でもどんな言葉でしたっけ？はいねえ何やってんすか？ダメでしょ？嘘。そうですよ。ちゃんとあれですよ、叱られますよ、ちゃんと。はい、そういうことを言ったら僕に叱られてる。そりゃそうですよ。今叱られますよっていうか、叱られてる。叱られてますよ今僕に。ごめんなさい。一応やっぱ入れとかないとバランス取らないと。取れてないんですよ別に。なんかカナメストーンはもうめちゃくちゃ面白い。俺そもそもカナメストーンのネタ好きやし。ありがとうございます。なんかね、舞台に立ってるセンター分岐立ってる時になんかね、なんかそこになんかただふわっと立ってるだけに見えるんだよねって話。その時そうでしたよね。そういう話でしてもうちょっとなんかなんつうのかな、一回やってみるだけでいいんだけど、なんかね指に力入れて、そう足の指に力入れて思いっきり地面をもうほんと指で噛むぐらいのそう思いっきりやってみたらなんか知らんけどなんか堂々としてるように見えたりするというか。それ何なんですかね。めっちゃ入ってきたんですよね。なんかそれ言ってもらった時だってすげえわけわかんないじゃないですか、言ってること。まあね。でもめっちゃ入ってきたんですよ。なんかそうだなってなんか。でもそれ近い。俺昔さハイハイスーパーハゲそう呼んでたんスーパーハゲ兄さんガンさんに同じようなこと言われて、お前らの漫才ってなんか別に面白いんだけどただ立ってるだけなんだよなみたいな感じで、ハマカーンのネタ見てみろみたいな感じでその時一緒に見て、ハマカーンさんでハマカーンってもうなんかもう本当にそこにもうなんかなんつうのかな、埋められてるぐらいグッてしてる感じするだろうっつって、なんかそういうとこだ気すんなみたいな話で、これはいいですね。足の指ちゃんと床にクッてしてやってみた。お前柔道やったんだからそういうことしてただろみたいな。確かにそうだからやってみたらなんかいい感じだったから言った。いやわかります。だからそれってなんかその物理的なそのグッと噛むみたいなところの奥に心構えがありますもんね。そうかもね。なんかでも結構それあるじゃないですか。同じネタでもなんて言うんだろう、こじ開けてやるぞお前たちの心って思ってる時とちょっとビビってる時ってやっぱその反応全然違う。だから多分そういうことその心構えがなんか佇まいに出るというかっていうことですよね。なんかね。そうだね。なんか知らんけどみたいなね。めっちゃ入ってきたんですよね。本気で生きてんだったら決勝本気で優勝してんだったらもっとなんか覚悟しろよみたいなぐらいまで俺は感じたというか。いや俺もカナメストーンでいいならね迷ったけどねすごい。だってうちなんかその普通に受けてるし、あと面白いからそれが普通にただただ普通にやってたら時代のタイミングで来る可能性が別にあるというか、だから俺がそれ言うことによってねその時代とマッチしないタイミングになってしまう可能性があるから。そんなとこまで考えてくれてたんですか。だけどなんかねその時ねレイジがなんかなんかセカンド向いてますよねとか向いてるよねってみんなに言われるんですよみたいなこと言ってて、そうまあ確かにね向いてはいるけどねって言ってたら、いやでも俺はセカンドが悪いとかじゃなくてですけど今 M1 やってんだよって話っすよみたいな。うるせえって話っすよ。俺は今 M1 やってんだからセカンドはセカンドでそれは終わったら頑張るかもしれないですけど M1 やってんだからじゃあ M1 やるっすよみたいなこと言ってて、チャーハンうめえなと思ってね。全然響いてねえじゃねえか。チャーハンの味気にしてるじゃねえか。何やってんすか。なんだよチャーハン強えな。チャーハン強い。いやそうだからそれでなんかそういう一面があるとは思ってなかったから。そうっすね。芸人ってねむずいじゃないですか。そんなこと言ってばっかいても別に受けるわけじゃねえし。そうだね。だからもうそれはじゃあまあねその開いてくれたわけだからね扉をね。だからじゃあそれは俺も言った。なるほどなるほど。なるほどなるほど。じゃあ言ってよかった。だから本音を僕が言ったことで布川さんもじゃあよしじゃあ
今かぐらいに思ってくれたってことですよ。それは俺だけあれしてんのずるいよな。ああ、優しいな。いやでも自分の力だよ本当にあれ。いやそれで明らかに。いやなんかもう今思ってもね、いやてかめっちゃ決勝行った時って嬉しいっすよね。やばいっすよ。そうどうだったのそれはそのさ、俺敗者復活勝ち上がってから2回目ぐらい。本当だ、今2回目とかですかね、一緒になってんの。番組とかが全然一緒にならなくてね。ほんの 1,2 ヶ月前にね一緒だった時、決勝よかった。いつ言ってんすかって言っちゃいました。そうでも初めてだったの会うのがその時ね。だからいやまあ嬉しいですけどとか僕も言いながらね。はい。どう？いや今でもずっと嬉しいですよ。バカ嬉しいよね。そうだよね。当たり前でしょ。そりゃそうだよ。だってまだ1回目の時はああでとかって考えたりしないですか。2回目の時はああだったなみたいな。嬉しいよ。全然2回言ってんすから。全然嬉しいし、俺が感じた気持ちを2回。確かにそうだから、2回目の方がなんなら嬉しいかもしんないね。もしかしたら最後に一応人生で一番嬉しい瞬間でした。まあそうだね、そうだね、どっちかなっちゃうかな、やっぱり。そうっすよね。もう僕はもう人生で一番嬉しい瞬間でしたね。敗者復活勝った時。すごいよな。俺やっぱあれでそれさ、誰かに妬まれたりした？芸人っすか？いや、妬まれ俺まあもしかしたらいたかもしれないですけど、なんでだよっていうのは、いやでもありましたけどね。別に意見としては、いやミキだろみたいなのがめっちゃありましたけど。それね、俺はそのミキ側の意見の人もいるけど、俺は要ストーンだろうと思ってた。あれそんないい言ってはっきり。全然ありがとうございます。なぜならミキがね決勝行っちゃうと、俺一応6年ぶりに決勝行くって M1 の記録なんだよね。6年ぶりに M1 決勝返り咲いた。自分のためじゃないですか。もうそれ7年になっちゃうから、したら記録のミキになっちゃうから。じゃあ俺らトム・ブラウンさんのためにあそこ頑張って勝ったみたいなとこあるんですかね。本当にありがとう。そんなのあったんすね。何年ぶりみたいなあるんだよ、記録みたいなのが。ミキ今年も行くなよ絶対。いや行きそうです。フラグになってめちゃくちゃ面白いです。フラグでそうだよね。いや一緒に出てるからさ決勝さ。そう本当だ。そうか。だから気持ちもある。本当はだからミキにも気持ちあるけど、俺はあれ普通に見て、いや要ストーンだろうと思ったけどね。ありがとうございます。そういや嬉しかったですよ。その審査員の方ね、本当に誰が入れたか知らない状態なんですよ今も。そうだよね。本当に。でも全員すごいもう憧れの先輩たちなので、その審査員の方があの中の3人が入れてくれたんだって考えたらもうやっぱ嬉しいですよね。確かに。それが一番。家族のはどうだったの？家族の反応とかは。もうなんかやっぱ妹とは連絡取ったりするんですよ。でさすが俺父親は全然そんななんか別に俺らのライブも別に全然見に来ないし、応援してくれてますけど、でも僕も大好き、親父大好きですけど、泣いたりとか別にそんなするようなタイプじゃないですけど、泣いてくれてたらしいです。それはいいね。妹が教えてくれましたけど、それはちょっとよかったなこれ言って。だから俺はちょっと母親亡くしちゃってるんで、母親を亡くす前に行きたかったっていうのはめっちゃあるんですけど、それはもう一個心残りではあるんですけど、山口の、父親母親が、俺らが M1 を、行ったで M1 行ったのに、年末年始全然休みだったんですよ。そうなんだ。全然休みで、年末年始はね。直後でっていうのもまあいいやとか思いながら、仕事来るんじゃないんだ、いいやぐらいの感じで、実家帰った時に高速バスでいつも一緒に帰るんですけど、その高速バスのところにお互いの家族が迎えに来てくれるんですよ。降り場のところに。めっちゃいいな。で山口の父ちゃん母ちゃんも来てて、なんかいつもと全然違う顔の明るさだったんですよね。それが俺はね、なんかやっぱ俺誘った身なんで山口を、お笑いに、心配もしてただろうなーっていうのもあって、一個それも良かったっては思いましたね。最高だね。でこの間で地元でその真空と
ママタルトと、いつも回ってるんですよ、漫才工業っていう、はいはい。で俺らの地元鹿島で、俺らが成人式とかやったような場所で、その3組でライブやるっていうのがあって、その時もまず家族来てくれてて、山口のお母さんが、終演後こう来てくれた時、言ったらすごい出迎えてくれたんですよね、その地元のそのお客さん、地元の会場で、で多分その光景が嬉しかったのか泣いてくれてて、なんかそれも良かったなっていう。それはいいね。はい。そういうのは最高だよ。はい。だからもう兄貴以外は最高ですね、僕は。はい。兄貴が最高じゃない？最高じゃないです。はい。なんで？元暴走族。いや暴走族、そのね、道外した時期もあったんで。いやいいんです、フォローしなくて全然。はい。で漫才とかも見ても何が面白いか分かんないような人なんで。あれだっけ？はい。文字とかはいいっぱい書いてある。体に。文字とか。文字とかをいっぱい。なんか仏様的なものとか。絵とか文字が好きな人なんだよね。なんすかそのフォロー。でそれもだから相席で出たんですよ、兄貴が。で出て、もう俺もうなんかほんと心がスッとしたのが、大悟さんがその兄貴が出てんの見て、で俺ら兄貴の前とかでネタやってたりするんですよ。でちょっと何が面白いか分かんないみたいな感じの兄貴なんですよね。でその大悟さんがそれを見て、この兄貴やったからレイジはおもろなったんやろうなって言ってくれてたんですよ。もうなんかすごいありがとう大悟さんでセンスなし兄貴って言ってくれて、マジでありがとうございます、ずっと思ってました僕は。やっぱそうですよね、僕が言ったことはないんだ。兄貴にセンスなしとか言っても、やっぱ兄貴なので、兄弟の中ではやっぱ権力を持ってはいるんですよ、兄貴な長男なので。だからこの次男のこいつが言っても、なんか「いや何言ってんだなんか小僧が」ぐらいの感じででも違った。で妹は僕より5人兄弟なんですよ、僕。そんないるの？そうなんですよ。で兄貴がいて、兄貴の下に姉ちゃん2人の双子なんですけど、で僕がいて妹っていう。で下2人僕と妹は感覚が似てるんで、妹も喜んでました。ありがとうございます千鳥さんやっと気づいてもらえるかもしれない。やっと気づいてもらいましただし、私たちが正しいということを一個証明できましたみたいな出たおかげで。はい、出たおかげで。あれすごいよな、確かに。噂で聞いたことあったけど、兄ちゃんがすごいみたいな。いや山口がいじるんすよ。言うよね。山口がいじる、いいって言うんすけど、俺はあんなもん世に出すもんじゃねえっていつも言うんすけど、でもあいつは好きでいじるんですよね。いや面白いもん、旗から見てた。旗からはね、もうそうですよ。布川さんは？俺も一応そう一応そのろくでもないというかね、そのなんか兄貴はそう大体そのみんなから兄貴なんですよね、やっぱ。兄貴が2人いて、俺それこなんだけど、そうやっぱなんかね、兄貴に会った瞬間ね、大体みんなマジでやばい人ですよねみたいな。ちょっと待って、やばいっていろんな種類あるじゃないですか。その暴走族的な方じゃなくて、じゃないんですね。なんか街中歩いててなんか様子おかしそうな人系の。やっぱそれでやっぱ旗から見てたら面白いもんな、やっぱ。そうだ、よく電気屋とかでさ、電子ピアノとかさ置いてあったりするじゃん。そこなんか一人で弾いてるみたいな人いるじゃん。それ系上下ジャージでなんか普通に指一本でそのピアノ弾いてる。今絶対売ってない昔のジャージですよね。今絶対売ってない。そうおしゃれとかじゃなくて、全然そういうのじゃなくて系の人なのに強いっていう。強いっていうのは何ですか？めちゃくちゃ腕っぷしはある。腕っぷしがちゃんと強いんだ。めちゃくちゃ真面目なんだけど、真面目なんだけど、それこそ電子ピアノ指一本だけで弾いてる時になんか建設業っぽい屈強な人がなんであいつ気持ち悪いみたいな感じで来ちゃって、兄貴一瞬嫌だなと思ってしたら「てめえ何見てんだこれ」みたいなって、なんか2人か3人来ちゃって「
強いはずですよ。力はね、それこそ腕っぷし強そうですよ。そうそう、それでなんだてめえ文句あんのかみたいな感じでなんか肩から掴んできた時に、兄貴がそいつの首掴んでバッて上に持ち上げてなんすかみたいになって、一発目でその攻撃する人あんまいないですよ。首で持ち上げるパターンの。そうだけど、それでじゃあもう大丈夫ですみたいな感じで終わらせるみたいな。だからもうこいつ強えっていう、そう漫画で見るやつ怖い。ずらかないのやつですよね。そう、だから全然喧嘩なんかしないやね自分で。別にね、喧嘩したい不良とかそういうことじゃなくて、そうナチュラルボーンというか、そうやばい、やべ、そういうやばいやつそれは長男さんですか？それが次男かな。次男、まあ長男も長男でやばいんだけど、何やばっすか？長男は俺と例えば飯とか食ってて、なんかいやなんかひろきってひろきお前はな初子貫徹でな、お前ほんとすごいよ。褒めてくれる？言ったりして、嬉しい。そうありがとうとか言ったらちっちゃい声で初子貫徹みたいなことちっちゃい声言ってて、なんかどうやら自分がいいワード決めれたとか思ったら一人でちっちゃい声で言い直したりして、よし言えた初子貫徹言えたやべえだよ、ふざけるって気持ち悪い。仲はいいんですか、布川さん、そのお兄ちゃんたちと？まあそうだね、それはいいっすね、めっちゃ普通に。別に俺も仲悪いとかはないです、別に。なんか避けるとかは特にないですけど、だからちっちゃい頃からそれが当たり前の環境で育ってるみたいなことですよね、多分布川さんもね。そうだね、だからそれ見てるから。でも俺も言われたことあるかもしれない。あのお兄ちゃんだからなんかね、なんつうのかな、通常のラインが分かってんのかもねみたいなこと言われたかも。なんか変だから。なるほど。そうやっぱ通常はこういうもんだっていうの。一つのやっぱ大事な要素なんだ。変な兄弟、変な兄貴。父さんの葬式の時に、父さん3年前ぐらい死んでんだけど、その時にさ、食べ物、その焼き場で火葬場で出す食べ物を決める時に、ありますよね。弁当と俺たちが選ぶ時に兄貴がじゃあ手を挙げて「はい」って言って、挙手して「何?」ってさ「このお弁当は大盛りは可能ですか?」っていうなんでいっぱい食おうとして相場はさ食欲なくなるないよそんな時。変な空気になるみたいなのがそれ突っ込まないですか？いや突っ込みはできない。なんかそういや今いいから兄弟だからみたいな。まあね兄弟だからね。多分笑いにならなそうな雰囲気。確かになんか笑いすんのも違うね。まあね、早くこの時間を終わらせてとかだからやっぱまあそうだね、そのおかげでかもしんない。そうっすね。うわあるんだそれ。いやまあ家族兄弟な家族な、環境ってありますよね絶対ね。そうだね。だからまあ良かったかもしれないけど。まあね良かったって思いたいですし思ってますよ、そのね。だから兄貴がやっぱそのめっちゃ不良だったんで、その言ったらゲームセンターとかで友達と行ったら、兄貴も兄貴でその友達たちと来てたりするわけですよ。で「おいレイジ!」とか言って話しかけてくる。何言ってんだよみたいな。いやいや友達と来てんだよみたいな。で余裕100円よっからこれで遊べよみたいな。でまあ分かった、もういいやありがとうみたいな。で行ってみたいな。で俺の自分の友達に「あの人って誰?」って言われた時「兄貴の友達」って言いましたもん。いいね。もうやで。いやまあ確かに嫌かもな。文字ありそうな人だもんな。文字ありそう。いいね。でもいい話ですね。家族そうっすね。どうあれなんかあれだけちょっともうちょっとつきそうだからさ。あれだけなんか今後なんかやりたいこととかなんかないの？僕ですか？目標とかでもいいしなんか。いやだからマジでそのあれです。すごいな回しが。
やなんかつきそうだったからさ、つきそうですけど、つきそうだったから一応やっぱさ、俺一応基本的に人に迷惑かけたくないそう迷惑はかけたくない、迷惑かけたくない、ちゃんとしてんだよマジで。迷惑かかったらね嫌ですか。まあつきそうだからね、つきそうだから、そうだからよ。運転手さんももしかしたらそれ聞きたいかもしれないし。確かにね、ずっと聞いてくれてるからね運転手さん。本当はちょっと振り返ってくれたわ。ごめんなさい。そうですよね。まあそうっすね。だから漫才ですよね結局。いいね。はい。で漫才でもう最後は絶対楽しんで稼ぎたいんですよ。いやそうだからあれだよね、まあ言ったら好きなことで稼いでるみたいなね。はい。でもまあ言ったら今M1 前ではありえないようなお仕事とかもいっぱいいただいてるので、それも一個一個全力で頑張りたい。もう芸人ってだってどこ行こうが受けたいじゃないですか。そうだね。はい。笑い取りたいじゃないですか。それを毎日今やってる状態で、これを今毎日受けたい。よし今日は受けたぞ。でも今日は全然ダメだったよみたいなのもあるけども、続けていったら。俺らが思い描いてる漫才で全国回ってみたいな未来も待ってんのかなみたいなのが今ですね。いいね。はい、だからあんまり考えられてないです。ぼんやり、でも毎日一個一個やっていくしかないっていう。それでもそこだけ見えてれば十分な気するけどね。そうか。漫才というかネタなんだなって思ったの、俺そんなすぐじゃない。なんかこれ多分俺たち一生ネタやった方がいい系の人だなとか、なんか MC とかさそっち側にでいける人もいるじゃないですか。でもこれ俺たちはネタをずっとやんないとダメな人だとか途中で思ったから、やっぱネタ中が一番なんかなんかストレスないね。いやわかります。だからわかりますね。だから結局そうの方がいいんだなって思ったからね。いや見たいですもん。おじいちゃんトム・ブラウンのネタ。それおじいちゃん要ストーンもだけど本当っすね。仲いいだってじじいたちがなんか人殺したとかいや普通に死ぬだろもうちょっとで。死んだとかやってたらじじいじゃなくてじじいが腹かっさばなくてもいいから。いや衰えていく。衰えて死ぬだろ。衰えるから死に急ぐなよじゃあトム・ブラウンさんもそうですか？じゃあ漫才なんですか？まあそうだね、漫才。でもコントもやっぱもともとコント最初やってたから。そうか。そうだからネタっていう感じがね、単独ライブはでかくとにかくしていきたいっていうので、めっちゃわかります。でかくしていきたいですよね。どんどんでかくしていきたいっていうのがあって、で本当にこれ本当なんだけど、俺は最終的にやっぱ雪まつりの雪像になりたいっていう目標が1個。あれはやっぱ1個。そうなんですね。札幌。そうあれなったらもうちゃんと北海道民として認めてもらったみたいな感覚あるから。うわそれいいな。だから賞レースはね、まあキングオブコントはいけるかもしれないけど、まあそのね、M1 に関しては優勝は無理だったから、優勝したらもうそこをワープして多分雪像になってるけど、本当っすね。多分そうっすね。でもそうじゃないから、じゃあ雪像になりたいから、やっぱね単独ライブ例えば5万人入ってたら雪像にしてもらえるかもしれない。確かに北海道ね何都市で埋まってるわとか。はいはいはい。だからそれが一番かな今は。でもそう考えると優勝しなくてよかったっすね。確かにね。なんかまた道が続く。そうかもね。だからイチローも言ってたしね。満票じゃなかったから電動に入るやつが99% 入れたんだよみんながね。満票じゃなかった。自分をイチローとしたダメ着きましたよ。本当だ。着きましたよ。新宿風着いたね。新宿風ですよ。今から見に行きましょう。マセキのパンキッシュガーデン。パンキッシュガーデンね。もともとマセキ行ってたから好きな見たいんだよ久しぶりに。見に行きましょうね。はい。今日は誰出るかな。はい行きましょう。
もしもし、タクシー1台お願いしたいんですけど、ちょっと遠くて、横浜のちょっとみなとみらいまでお願いします。